レッスン1、アドベンチャープラン。数人の友人に連絡して、空きがあるかどうかを確認します。冒険したい気分だ。ワクワクしますね。友達と冒険を分かち合うのはいつだって素晴らしいことです。間違いなく、新しい場所を探索し、一緒に新しいアクティビティに挑戦すると、素晴らしい思い出が生まれます。どんな冒険に乗り出したいか考えたことはありますか？提案は受け付けています。ハイキング旅行や近くの町への週末の休暇かな？どちらのオプションも素晴らしいですね。ハイキングなら自然と触れ合うことができますが、市内旅行はまた違った楽しみを与えてくれます。それは本当です。友達が何に興味を持っているか見て、その人の好みでも決めましょう。誰もが楽しい時間を過ごせるように、全員の興味を考慮することは常に良いことです。彼らに連絡してアイデアを集めます。きっとスリリングな冒険プランが思いつくでしょう。パーフェクト。心を開いて、新しい経験やたくさんの楽しみに備えましょう。絶対に、冒険が待っています。友達と一緒にこの旅に出るのが待ちきれません。忘れられない冒険になるでしょう。楽しみです。私も、計画を始めて、一緒に素晴らしい時間を過ごす準備をしましょう。レッスン2、職業分担。私は地元の学校で教師として働いています。あなたはどう？それは素晴らしいです。教師になることはやりがいがあるに違いない。私はグラフィックデザイナーとして働いています。教えることは本当に充実しています。私は生徒の学習と成長を支援することを楽しんでいます。グラフィックデザイナーの仕事で楽しいことは何ですか？グラフィックデザイナーとして視覚的な要素を通して自分の創造性を表現し、アイデアを実現できるのが大好きです。それは魅力的に聞こえます。デザインは私たちの生活の多くの面で重要な役割を果たしています。絶対に。デザインが人々の物事に対する認識や相互作用の仕方にどれほど影響を与えるかは驚くべきことです。同感です。私たちのさまざまな職業が独自の方法で社会に貢献している様子を見るのは素晴らしいことです。間違いなく、教育とデザインの両方にインスピレーションを与え、ポジティブな変化をもたらす力があります。仕事にやりがいと喜びを見出すことは重要です。グラフィックデザインに興味を持ったきっかけは？私はいつもアートとビジュアルコミュニケーションに情熱を傾けてきました。グラフィックデザインを追求することで、自分の興味とスキルを組み合わせることができました。それは素晴らしいです。自分の情熱とキャリアを一致させることができるのは素晴らしいことです。毎日好きなことをできるのは幸運だと感じています。あなたはどう？先生になったきっかけは何ですか？私はいつも子どもたちと一緒に働き、子どもたちが学ぶのを助けることを楽しんできました。子どもたちの成長と発達を目の当たりにすることは、信じられないほどやりがいのあることです。教師は将来の世代を形作る上で重要な役割を果たします。ありがとうございます。生徒の生活にプラスの影響を与え、生徒が潜在能力を最大限に発揮できるよう支援することに喜びを感じています。
私たちの職業は両方とも変化をもたらし、社会に貢献することが含まれていることは明らかです。絶対に。私たちの仕事は永続的な影響を残すことを可能にし、それは誇りに思うべきことです。これ以上は同意できませんでした。私たちの情熱に沿った有意義なキャリアを見つけることができて幸運です。確かに、私たちはそうです。毎日目を覚まして、本当に楽しいことをすることができて光栄です。私たちの仕事を通してポジティブな影響を与え続け、その過程で他の人たちにインスピレーションを与えましょう。絶対に、キャリアを充実させ、他の人々の生活に変化をもたらすことが大切です。レッスン3、部屋の予約。2泊分の部屋を予約できますか？もちろん、いつチェックインしますか？それはいいですね。金曜日にチェックイン、日曜日にチェックアウトできます。さて、それらの日付の空き状況を確認させてください。時間をかけてください。眺めの良い部屋が見つかればいいな。眺めの良い部屋は必ず確認しておきます。これにより、全体的なエクスペリエンスがさらに向上します。ありがとうございます。朝は美しい景色を眺めながら目を覚ますのはいつだって気持ちがいい。同意した。また、他に利用できるアメニティや特別オファーがあるかどうかも確認します。それは素晴らしいでしょう。いくつかの特典があると、滞在がさらに楽しくなります。私はいくつかの選択肢を見つけました。眺めの良い部屋があるよ。朝食も含まれています。パーフェクト。それは素晴らしい選択のように思えます。その日の宿泊料金はいくらですか？料金はリーズナブルです。週末の休暇には予算内です。それは嬉しいですね。早速その部屋を2泊予約しよう。よし、予約を続行して、希望する日付の部屋を確保します。予約をしていただきありがとうございます。ご協力に感謝します。問題ない。光栄です。予約を手伝うことができてよかったです。週末の休暇を楽しみにしています。ルーティンからのいい休憩になるよ。爽快な脱出となるでしょう。一緒に充実した時間を過ごすことができてワクワクしています。私も。思い出に残る週末になりそうです。予約をしていただきありがとうございます。どういたしまして。手伝えてよかった。素敵な週末旅行の準備をしましょう。レッスン4、条件の交渉。それを受け入れることはできますが、賠償責任の上限にもっと柔軟性を持たせたいと考えています。あなたの懸念は理解できます。あなたが求めている具体的な柔軟性について詳しく教えていただけますか？現在、賠償責任の上限は厳しすぎるようです。不測の事態に備えて、上限値を高くしたいと考えます。あなたの主張がわかります。不測の事態に備えて、ある程度の余裕を持っておくことは重要だ。まさに、リスクを効果的に管理しながら、十分な保護を確保したいと考えています。
これについて私のチームと話し合い、より柔軟なソリューションを提供できるかどうか見てみましょう。それは大歓迎です。私たちの要求を喜んで検討してくれることを大切にしています。ご理解いただきありがとうございます。私たちは相互に有益な合意を見つけることを目指しています。負債の上限を少し高くすれば、自信を持ってパートナーシップを進めることができると考えています。お客様のご要望にお依頼し、双方のニーズを満たす解決策を見つけるために最善を尽くします。共通点を見つけるためのご尽力に感謝します。コラボレーションを成功させるには不可欠です。私たちの目標は、信頼を育み、円滑な仕事上の関係を確保するパートナーシップを確立することです。同意した。この懸念に対処することで、私たちは自信を持って共通の理解を得て前進することができます。ご要望の柔軟性を反映した最新の提案書を添えて、できるだけ早くご連絡いたします。この件に迅速にご対応いただきありがとうございます。すぐにお返事できるのを楽しみにしています。どういたしまして。今しばらくお待ちいただきますようお願いします。タイムリーに対応させていただきます。私たちはあなたのパートナーシップと一緒に働く機会を大切にしています。双方が満足できる解決策を見つけましょう。絶対に。私たちは関係者全員に役立つ合意に達するよう努めています。ありがとう、アナ。私たちのニーズに合った条件を交渉してくださるあなたの能力を信頼しています。レッスン後、週末旅行。いつもとてもリラックスできます。いい感じだね。週末の休暇の行き先は決まっていますか？山の中の居心地の良い小屋を考えていました。自然と静けさに囲まれた場所。それは完璧に聞こえます。山にいると、つながりを断ち切ってリラックスする絶好の機会になるだろう。絶対に。都会の喧騒から離れ、自然と再会するチャンスです。これ以上は同意できませんでした。山の静けさは心身ともに若返らせてくれる。さらに、ハイキングや近くのトレイルの探索など、通常はたくさんのアウトドアアクティビティを楽しむことができます。それは本当です。ハイキングやのんびり散歩をしながら、風光明媚な景色を眺めるのは素晴らしいだろう。キャビンに暖炉があれば、夜は暖炉の前でくつろぐことができます。それは楽しそうですね。暖かく居心地の良い雰囲気が醸し出され、リラクゼーションに最適です。星空観察も好きですが、街の明かりから離れていると、その絶好の機会になります。絶対に。山の澄み切った夜空からは、星踊り地の素晴らしい景色を眺めることができます。宇宙の美しさを理解し、畏敬の念と不思議を感じるチャンスです。完全に同意します。自然は私たちを取り巻く世界の広大さと美しさを思い起こさせる方法がある。これらの休憩をとって、セルフケアを優先することが重要です。私たちの健康は注意と育成に値します。全くその通りだ。時間をかけて充電し、自分のケアをすることで、最高の自分になれます。そして、これらの経験をあなたのような特別な人と分かち合うことができれば、さらに良いことです。
私も同じように感じます。この冒険の仲間としてあなたを迎えることができて感謝しています。同じように、ジョン。週末の休暇を最大限に活用して、一緒に心に残る思い出を作りましょう。アンナ、これ以上同意できない。今後、リラックスして元気を取り戻す週末の休暇をもっとたくさん楽しみましょう。レッスン6、目標の設定。目標。それは本当です。何か特定のことに向かって取り組むことがモチベーションにつながる。最近、何か目標を立てていますか？はい、持っています。フィットネスレベルの向上に取り組んできました。私の目標は来年、ハーフマラソンを走ることです。それは印象的です。ハーフマラソンを走るには、献身的な努力と一貫したトレーニングが必要です。君の決意には感心するよ。ありがとう。ジョン。やりがいはありますが、自分自身に挑戦し、個人の成長に努めることが大切だと思います。これ以上は同意できませんでした。自分のコンフォートゾーンの外に自分を押し出すことこそが、真の成長が起こる場所なのです。まさに、目標を設定することで、私たちは自分自身に明確な方向性と努力すべきことを与えます。また、大きな目標を小さく管理しやすいステップに分解することも重要です。そうすることで、旅の負担が軽減されます。完全に同意します。小さな一歩を踏み出し、その過程で各マイルストーンを祝うことで、私たちはモチベーションを維持できます。それは素晴らしい考え方です。どんなに小さくても、進歩を祝うことは私たちの精神を高く保ちます。絶対に。すべては前向きな見通しを維持し、目標を達成するために私たちが費やした努力を認めることです。そして、支援してくれる友人や家族と目標を共有することで、さらなる励ましが得られることが分かりました。同感です。サポートシステムがあると、旅がより楽しくなり、説明責任を果たすのに役立ちます。目標についてですが、近い将来達成したい職業上の目標について考えたことはありますか？はい、持っています。リーダーシップスキルを高め、社内で管理職の役割を担うことを目指しています。それは素晴らしい。リーダーシップスキルを身につけることは、職業上の利益になるだけでなく、新しい機会を開くことにもなります。ありがとう、ジョン。充実したキャリアを築くには、継続的な成長と学習が不可欠だと思います。絶対に、個人的成長と職業的成長を追求することで、私たちは努力に積極的に関与し、モチベーションを維持しています。これ以上は同意できませんでした。これからも有意義な目標を立て、最高の自分になるよう努力していきましょう。それについては賛成だよ。アンナ。目標を設定して達成し、その道のりを受け入れることにしましょう。レッスン7、健康的な習慣。食事。それは嬉しいですね。フィットネスの目標を達成するために、どのようなエクササイズをルーチンに取り入れていますか？ランニングやサイクリングなどの有酸素運動や、ウェイトを使った筋力トレーニングを組み合わせていっています。それはバランスの取れたアプローチのように思えます。有酸素運動は持久力を高め、筋力トレーニングは引き締まった筋肉量を増やします。まさに、体のさまざまな部位を対象とするバランスの取れたエクササイズを行うことが重要です。
完全に同意します。さまざまなエクササイズは、物事を面白く保つだけでなく、全体的なフィットネスを保証します。あなたはどう、ジョン？アクティブな状態を保ち、健康的なライフスタイルを維持するにはどうすればよいですか？自然の中での長い散歩やハイキングを楽しんでいます。身体を動かしながら心をすっきりさせることができます。それは素晴らしいですね。自然の中にいることには、運動に加えて独自の治療効果があります。絶対に、テクノロジーから切り離され、アウトドアの美しさに没頭するのは新鮮です。これ以上は同意できませんでした。自然には私たちの精神を若返らせ、落ち着きを与える方法があります。運動以外にも、栄養は健康的なライフスタイルを維持する上で重要な役割を果たします。食事にはどのようなアプローチをとっていますか？私は、果物、野菜、赤身のタンパク質、全粒穀物などの自然食品を食事に取り入れることに重点を置いています。それは賢いアプローチです。自然食品は必須栄養素を提供し、一般的に私たちの体にとってより有益です。また、加工食品や甘い飲み物はできるだけ避けるようにしています。より健康的な選択をすることがすべてです。同感です。加工食品や砂糖の添加を最小限に抑えることは、全体的な健康状態を改善するのに大いに役立ちます。絶対に。それは私たちの健康とエネルギーレベルを支える健康的な食品で体に栄養を与えることです。これらの健康的な習慣を取り入れることで、私たちは生活の質を高め、長期的な利益を享受することができます。その通りだ。ジョン。運動と栄養に対するバランスの取れたアプローチは、健康的なライフスタイルの強固な基盤を築きます。定期的な身体活動と心のこもった食事を通して、健康と幸福を優先し続けましょう。レッスン8、さまざまな商品の買い物。アンナ、ダウンタウンの新しい店に行ったんだけど、品揃えが豊富。印象的だね。良さそうだね。ジョン。幅広い品揃えがあると、買い物がより便利になります。何を買う必要があるの？いくつか買いたいんだよ。アンナ。食料品と新しい靴と妹の誕生日のプレゼントが必要だ。それはかなりのリストだ。ジョン。食料品から始めよう。具体的にどんな商品を買いたいですか？果物、野菜、牛乳、パンなどの必需品を補充する必要があります。アンナ。派手すぎるものは何もない。これらは基本的なアイテムです、ジョン。すぐに手に入れることができるのはいつでも良いことです。靴はどう？履き心地の良いランニングシューズが必要なんだ。アンナ。定期的にジョギングを始めようと思っていたんだ。それは健全な決断だ。ジョン。良いランニングシューズは必要なサポートとクッションを与えてくれます。まさに、アナ。アクティブでいながら足をケアしたいです。さて、妹へのプレゼントについてお話しましょう。ジョン。お姉さんの興味は何なの？彼女の好みを知ることは、心のこもった贈り物を選ぶのに役立ちます。彼女は読書が大好きです。アンナ。彼女に新しい本か本屋のギフトカードを買ってあげようと思ってた。
いいアイディアだね。ジョンボンやギフトカードがあれば、彼女は本当に楽しめるものを選ぶことができます。私もそう思います。アナ、彼女の個人的な好みを考慮して、彼女が感謝する何かを贈ることが不可欠です。絶対に、ジョン。彼女の興味に合わせて贈り物を仕立てることは、あなたがそれに思いを馳せていることの表れです。同意します。アナ、贈り物をするときに大切なのは、その考えです。さあ、買い物計画を立てましょわかった、ジョン。食料品は必需品なので、優先順位をつけることから始めることができます。次に、靴とギフトに移ります。それは論理的な順序のように聞こえるよ。あなたにも忘れないように買い物リストを作ろいい考えだ。ジョン。買い物リストは整理整頓に役立ち、買い物旅行を最大限に活用するのに役立ちます。食料品、靴、プレゼントに必要なものを書き留めておくよ、アンナ。それが私たちのガイドになります。パーフェクト、ジョン。明確なリストがあると、ショッピング体験が効率的になり、不必要な購入を防ぐことができます。同意しました、アンナ。予算を意識し、賢明な選択をしながら、必要なものをすべて手に入れましょ絶対に、ジョン。適切な計画と焦点を絞ったアプローチがあれば、私たちは効率的に買い物の目標を達成することができます。う。アンナ、助けてくれてありがとう。買い物は大変なこともありますが、計画を立てておくと楽になります。どういたしまして、ジョン。お手伝いできて嬉しいです。買い物旅行を成功させよう。確かに、アンナ、必要なアイテムをすべて見つけて、その過程を楽しんでください。レッスン9、訪問者を歓迎する。皆様のご来場を心よりお待ちしております。他にご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。ありがとう、ジョン。温かい歓迎に感謝します。地域についていくつか質問があります。もちろん、私は助けるためにここにいます。何が知りたい？近くにおすすめのレストランはありますか？郷土料理を食べてみたいです。絶対に、わずか数ブロック先に、美味しい郷土料理を提供する魅力的なビストロがあります。それは完璧に聞こえます。新しい味を試したり、地元の食文化を体験したりするのが好きです。本当に楽しんでいただけると思います。ビストロはアットホームな雰囲気で、さまざまな好みに合わせたメニューが揃っています。それは嬉しいですね。滞在中に美味しい料理にふけるのを楽しみにしています。きっと素晴らしい食事体験ができると思います。他に何か提案が必要な場合は、私に知らせてください。実は、近くに面白いランドマークやアトラクションはないかと思っていました。絶対に、ここから歩いてすぐのところに、この地域の豊かな遺産を展示する歴史博物館があります。それは魅力的に聞こえます。訪れた場所の歴史や文化について学ぶのが大好きです。そうすれば、きっと博物館を楽しむことができるでしょう。魅力的な展示やインタラクティブな展示がいっぱいです。探求するのが待ちきれません。正しい方向を示してくれてありがとう。
嬉しいよ、アンナ。私はいつでもおすすめを提供し、あなたの滞在を思い出深いものにするためにここにいます。おもてなしには本当に感謝するよ。ジョン、頼れる人がいると分かって心強い。どういたしまして。私たちはあなたの訪問が楽しくストレスのないものになることを望んでいます。他に何か必要なものがあれば聞いてください。ジョン、もう一度ありがとう。あなたの親切と援助は私にとって大きな意味があります。それはすべてお客様に歓迎されていると感じさせ、ここで素晴らしい体験をしていただくためのものです。このような親切なホストに恵まれて幸運だと感じています。あなたの助けに感謝しています。嬉しいよ、アンナ。ここに来ていただけることを楽しみにしています。ご自宅にいるように感じていただきたいです。あなたのおかげで、私はすでにそのように感じています。思い出に残る楽しい時間を一緒に過ごしましょう。乾杯、アンナ。訪問を最大限に活用して、心に残る思い出を作りましょレッスン10、プロジェクトの開始。それは素晴らしいですね。そのプロジェクトをどうやって始めたらいいの？まず、プロジェクトの目標と目的を定義しましょう。何を達成したいと思っていますか？顧客エンゲージメントを高め、オンラインでの存在感を高めたいと思っています。素晴らしい。次に、具体的なマイルストーンと期限を定めたタイムラインを概説します。それは理にかなっています。明確なタイムラインがあると、順調に進み、進捗状況を測定するのに役立ちます。それでは、プロジェクトに必要なリソースとチームメンバーを特定しましょう。良い点です。有能なチームを結成し、必要な道具や材料を集める必要があります。チームの準備が整ったら、役割と責任を割り当てて、スムーズなコラボレーションを実現できます。絶対に、各チームメンバーは、自分のタスクと期限を明確に理解している必要があります。プロジェクト全体を通してコミュニケーションが鍵となります。定期的に更新会議を開くべきだ。同感です。定期的な会議があれば、どんな問題にも対処し、全員に情報を提供することができます。さらに、タスクを追跡し、進捗状況を監視するプロジェクト管理システムを作成する必要があります。それは賢い考えだ。プロジェクト管理システムは、私たちが常に整理され、説明責任を果たすのに役立ちます。私たちが前進するにつれ、進捗状況を継続的に監視し、評価することが重要です。同意した。定期的に評価を行うことで、調整を行い、正しい方向に進んでいることを確認できます。そして、途中でマイルストーンや成果を祝うことを忘れないでください。士気を高めます。そうだね。私たちの成果を認め、評価することは、チームのモチベーションにつながります。最後に、プロジェクトが完了したら、徹底的なレビューを行い、学んだ教訓を文書化する必要があります。それは貴重なステップです。経験から学ぶことは、今後のプロジェクトの改善に役立ちます。絶対に。これらの手順に従うことで、プロジェクトを成功させるための準備を整えることができます。プロセスを案内してくれてありがとう、アンナ。今はもっと自信が持てるようになりました。どういたしまして、ジョン。私はあらゆる段階であなたをサポートするためにここにいます。
このプロジェクトを成功させよう。アンナ、あなたのサポートに感謝します。力を合わせて目標を達成し、素晴らしい成果を上げましょレッスン11、自宅でのヨガ。う。喜んでお手伝いします。自宅でのヨガは本当に至福の体験です。それが聞けて嬉しいです。ずっとホームヨガの練習を始めたいと思っていました。どこから始めればいいの？まず、家の中で邪魔されずに練習できる静かで快適なスペースを見つけましょいいアイディアだ。リラックスして練習に集中できる静かなコーナーを作ります。次に、マット、ブロック、ストラップなどの必須ヨガ小道具を集めて、サポートと位置合わせを行います。必ず手に入れておきます。適切な小道具を持っていれば練習が深まる。それでは、初心者向けのヨガのポーズから始めましょう。それは役に立つでしょう。初心者でも簡単にできるポーズにはどんなものがありますか？マウンテンポーズ、下向きの犬、子供のポーズなどの基本的なポーズから始めることができます。覚えてるよ。基本的なポーズから始めると、強固な基盤を築くのに役立ちます。絶対に、ポーズを取るときは、適切な位置合わせと注意深い呼吸に集中することが重要です。それを心に留めておくよ。呼吸の意識はヨガの練習に欠くことのできない部分だ。進むにつれて、より挑戦的なポーズやシーケンスを徐々に取り入れることができます。ワクワクしそうですね。時間をかけて練習を進めていくのを楽しみにしています。さらに、オンラインヨガクラスやチュートリアルを利用して、自宅での練習をガイドすることもできます。それは素晴らしい提案です。バーチャルインストラクターがいると、ガイダンスとインスピレーションが得られます。自分の体に耳を傾け、その限界を尊重することを忘れないでください。ヨガはバランスをとり、セルフケアをすることです。その点には気をつけておくよ。ヨガの練習を安全で健康に良いものにしたいと思っています。最後に、練習を楽しくし、内省とリラックスの時間を取ることを忘れないでください。必ず練習に喜びとセルフケアを吹き込みます。たくさんのご指導ありがとうございました、ジョン。どういたしまして、アンナ。ホームヨガの旅を始めるお手伝いをできて嬉しいです。あなたのサポートに感謝します。自宅でのヨガを通して安らぎと至福を見つけることです。乾杯、アンナ。自宅での練習があなたに静けさと内なる強さをもたらしますように。レッスン12、ソフトウェア開発会社を探す。ソフトウェア開発の専門知識を持つ会社が必要です。どこから始めればよいか、何かアイデアはありますか？評判の良い企業を調査することは良い第一歩となるでしょう。私たちは信頼できるパートナーを見つけたいと思っています。同意した。実績があり、顧客から好評を博している企業を探しましょまた、彼らの専門分野を検討することも重要です。私たちのプロジェクト要件に合致する会社が必要です。う。間違いなく、私たちは、私たちが必要とする特定のソフトウェアソリューションに特化した企業に焦点を当てるべきです。候補企業のリストができたら、詳細について問い合わせることができます。
ただしい、彼らの経験、過去のプロジェクト、そして彼らが取り組んでいる技術について尋ねることができます。最終選考に残った企業との会議や協議をスケジュールしておくと良いでしょう。そうすれば、プロジェクトについて詳細に話し合い、その能力とアプローチを評価できます。会議では、開発プロセスとプロジェクト管理戦略について尋ねる必要があります。良い点です。彼らのプロジェクト管理へのアプローチは、私たちのコラボレーションの成功と効率に影響を与えます。さらに、チームの専門知識と利用可能なリソースについても問い合わせる必要があります。高品質のソフトウェアソリューションを提供するには、熟練した経験豊富なチームが不可欠です。また、プロジェクトのタイムライン、マイルストーン、および推定予算についても話し合う必要があります。絶対に、期待値を一致させ、会社がプロジェクトの要件を満たせるようにすることが重要です。最後に、以前のクライアントに紹介してもらい、パフォーマンスをよりよく理解してもらう必要があります。それは賢いやり方だ。以前のクライアントから話を聞くことで、貴重な洞察が得られます。これらの手順に従うことで、私たちのニーズに合ったソフトウェア開発会社を見つけることができます。アンナ、あなたの意見に感謝します。リサーチを始めて、完璧なパートナーを見つけましょう。始めることにワクワクしています。一緒にソフトウェア開発目標の達成を支援してくれる会社を見つけましょう。ぴったりの試合が見つかると確信しているよ。早速始めて、このプロジェクトを成功させよう。レッスン13、旅行の計画。さて、旅行を計画していますが、どうすればいいのかわかりません。何かアドバイスはある？アナ。もちろん。まず、目的地と旅行期間を決めます。ヨーロッパに2週間行こうと思っています。それはしばらくの間私のやりたいことリストに載っています。ワクワクしますね。目的地が決まったら、ビザの要件を確認し、パスポートが有効であることを確認してください。良い点です。ビザの規定を必ず確認して、必要ならパスポートを更新します。次に、選択した目的地を訪れるのに最適な時期を調べ、天気や地元のイベントを検討します。それは素晴らしいヒントです。天気が良く、面白いイベントがあるときに必ず訪れたいと思っています。手頃な価格のフライトを探し、様々な航空会社や旅行ウェブサイトの価格を比較してください。フライトのお得な情報をチェックし、価格を比較して、予算に最適なオプションを見つけます。事前に宿泊施設を予約することを忘れないでください。ホテルを探すか、バケーションレンタルやホステルなどの代替オプションを検討してください。絶対に、お得な料金と空室を確保するために、早めに宿泊施設を探し始めます。必見のアトラクションのリストを作成し、1日の計画に役立つ大まかな旅程を作成してください。それは素晴らしいアイディアだ。予定表を用意しておけば、時間を最大限に活用し、重要な名所を見逃さないようにすることができます。地元の習慣や伝統、知っておくべき文化的エチケットを調べてください。敬意を示し、文化的な誤解を避けるために、必ず現地の習慣をよく理解するようにします。
不測の事態に備えて身を守るために旅行保険の購入を検討してください。それは賢明な提案です。安心して旅行保険に加入することを検討するよ。最後に、天候、アクティビティ、目的地の特定の要件を考慮して、持ち物を賢く梱包してください。快適な旅行に必要なものがすべて揃っていることを確認するために、チェックリストを作成し、それに応じて梱包します。すべての旅行書類と重要な情報を整理し、簡単にアクセスできるようにしてください。思い出させてくれてありがとう。すべての書類を集めて、安全でアクセスしやすい場所に保管します。入念な計画と準備をすれば、旅は思い出に残る冒険になるはずです。ジョン。アンナ、あなたの指導に感謝します。これで旅行の計画に自信が持てるようになりました。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。ヨーロッパを探索して素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとう、アナ。帰ったら必ず私の旅行体験を皆さんと共有します。レッスン14、上級ガジェット。うわぁ、これらすべてのガジェットを見てください。彼らはとても先進的だ。最新のテクノロジーを見たかい、アナ？はい、ジョン。テクノロジーは驚異的なペースで進歩しています。何が気になったの？パワフルなプロセッサと見事なディスプレイを備えた新しいスマートフォンに驚いています。彼らは本当に印象的です。フィットネストラッキングとヘルスモニタリング機能を備えたスマートウォッチを見たことがありますか？絶対に。これらの時計が私たちの健康とフィットネスの目標をいかに記録できるかは驚くべきことです。そして、バーチャルリアリティと拡張現実デバイスの進歩についてはどうでしょうか？彼らは驚異的です。仮想世界と拡張現実アプリケーションを体験するのが待ちきれません。また、IoT、もののインターネットは、音声制御アシスタントや自動機器などのスマートデバイスにより、私たちの家庭にも革命をもたらしています。まるで未来に住んでいるみたい。音声コマンドで家を制御するのはとても便利です。また、ドローン、ロボット工学、自動運転車の進歩についても忘れないでください。そうだね。ドローンはますます用途が広くなり、ロボット工学はさまざまな業界で大きな進歩を遂げています。可能性は無限にあるようです。テクノロジーはこれまで想像もできなかった方法で私たちの生活を形作っています。これらすべての革新的なガジェットに遅れずについていくのは、エキサイティングであると同時に圧倒されることもあります。それは本当です。テクノロジーが私たちの生活に与える影響を念頭に置きながら、テクノロジーを受け入れることが重要です。絶対に。生産性、創造性、そして全体的な幸福感を高めるには、これらの高度なガジェットを使うべきです。そして、より多くのテクノロジーを生活に取り入れる中で、デジタルセキュリティとプライバシーの重要性を忘れないようにしましょう。賢い言葉、アナ。私たちは常に情報を入手し、プライバシーとデータを保護するための対策を講じる必要があります。確かに。テクノロジーは強力なツールであり、責任を持って使うかどうかは私たち次第です。この技術進歩の時代に生きていることに感謝しています。今はエキサイティングな時代です。
これ以上同意できないわ、ジョン。未来を見据えて、この先進的なガジェットを最大限に活用しよう。素晴らしいテクノロジーの世界と、それが私たちにもたらすすべての可能性をご紹介します。乾杯、ジョン。これからも先進的なガジェットの素晴らしさを目の当たりにし、恩恵を受けられますように。絶対に、アンナ、好奇心を持ち続け、進化し続けるテクノロジーの世界を探求し続けましょう。レッスン15、酪農宿泊施設。食事に乳製品を取り入れることを考えてきましたが、食事制限があります。アンナ、それに対応できると思う？もちろん、ジョン。私たちはあなたの食事のニーズに応える方法を間違いなく見つけることができます。具体的にはどのような制限がありますか？乳糖不対症なので、乳糖を含む製品は避ける必要があります。問題ないよ。ジョンラクトースフリーの代替品がたくさんありますよ。それは安心です。おすすめの乳製品代替品はありますか？アーモンドミルクとココナッツミルクは、飲料や料理にラクトースフリーの選択肢として人気があります。アーモンドミルクは以前食べたことがありますが、とても美味しいです。ココナッツミルクも試してみます。また、乳糖を含まないヨーグルトや乳製品を含まないチーズの代替品の使用を検討することもできます。それは面白そうですね。食料品店でそういうオプションを探してみるよ。さらに、乳製品不使用のスプレッドや植物ベースのオイルから作られたマーガリンも使用できます。それは知っておくと良いことです。今でもラクトースを気にせずにお気に入りのスプレッドを楽しむことができます。絶対に。乳製品以外の食材を代用したレシピも調べることができます。それは素晴らしいアイディアだ。まずは、食事で試してみたい乳製品を使わないレシピを探し始めるつもりです。食品ラベルを注意深く読み、包装された製品に乳糖の隠れた供給源がないことを確認することが重要です。ラクトースを誤って摂取しないように、注意してラベルをチェックします。疑問や質問がある場合は、栄養士または医療専門家に相談することをお勧めします。それは賢明なアドバイスです。自分の食事のニーズに合った正しい選択をしていることを確認するために、指導を求めます。乳製品の制限に対応できる、美味しくて栄養価の高いオプションがたくさんあることを忘れないでください。ありがとう、アナ。ご支援とご提案に感謝します。今でも自分のニーズに合った方法で乳製品を楽しむことができると知って安心しています。どういたしまして、ジョン自分に合った代替案を見つけることがすべてです。乳製品を含む食事をお楽しみください。そうするよアンナ。改めて、ご協力ありがとうございます。乳製品を使わないオプションを探求できることにワクワクしています。レッスン16、予算編成。ねえ、最近どうやって財務管理してる？実際に予算を組むようになって、すごく助かりました。聞いてよかった、ジョン。予算編成は財政状況を常に把握するための効果的な方法です。どのような戦略を採用してきましたか？私は自分の出費を追跡して分類し、
毎月の資金の行き先を確認してきました。それは賢いアプローチです。削減して節約できる可能性のある領域を特定するのに役立ちます。絶対に。また、休暇のための貯蓄や緊急時の資金集めなど、具体的な財務目標も設定しています。明確な目標を持つことで、取り組むべきことが得られ、支出の優先順位を決めるのに役立ちます。まさに、月の初めから収入の一部を貯蓄に充て始めました。それは身につけるのに良い習慣です。まず自分自身にお金を払うことで、将来のためにお金を取っておくことができます。また、自分の裁量的な支出にも気を配り、欲しいものとニーズを区別するよう努めてきました。これは重要な区別です。これにより、支出についてより意識的な決定を下すことができます。外食のお金を節約するために、家で食事の計画や料理をすることも増えました。食事の計画を立てることは素晴らしい節約方法です。食事の計画を立てたり、買い物リストを作成したり、不要な購入を避けることができます。それは私にとってゲームチェンジャーでした。お金を節約できるだけでなく、より健康的な食事もできるようになりました。それは二重の勝利です。予算編成は生活の様々な側面にプラスの影響を与える可能性があります。経費を追跡し、予算を守ることで、経済的な安心感が高まったことが分かりました。それは本当です。財務状況を明確に把握することで、情報に基づいた意思決定が可能になり、ストレスが軽減されます。予算を立て始めてよかったです。自分のお金を管理し、自分の財務目標に向かって取り組むことができるので、力になります。嬉しいよ、ジョン。良い仕事を続けて、金融習慣が身につくには時間がかかることを忘れないで。ありがとう、アナ。励ましてくれてありがとう。私は予算編成の旅を順調に進めることに全力を注いでいます。君がこれからも進歩し続けることは間違いない。進みながら学び、適応し続けなさい。そうするよ。アンナ。財務管理を改善し、財務の未来を明るくするためです。レッスン17、素晴らしい結果を達成するためのステップ。自分の目標で大きな成果を出したいというモチベーションを感じています。アンナ、私たちはどのようなステップを踏むべきだと思いますか？素晴らしい考え方だね、ジョン。素晴らしい結果を得るには、まず具体的で現実的な目標を設定することから始めなければなりません。絶対に。明確な目標を持つことは、私たちに方向性を与え、努力すべき何かを与えてくれます。目標を設定したら、それをより小さく、管理しやすいステップに分解できます。それらを分解することで、プロセスの負担が軽減され、達成しやすくなります。また、自分自身に説明責任を果たし、進捗状況を追跡するためのタイムラインやスケジュールも作成する必それ要がありは素晴らます。しいアイディアだ。進捗状況を定期的に見直すことで、順調に進み、必要な調整を行うのに役立ちます。旅の間中、集中力を保ち、前向きな考え方を維持することが重要です。ポジティブな考え方は、困難に直面した時でも障害を克服し、モチベーションを維持するのに役立ちます。また、私たちを鼓舞し、励ましてくれる、協力的で志を同じくする人々に囲まれるべきです。
サポートシステムを持つことは、素晴らしい結果を達成するための道のりに大きな違いをもたらす可能性があります。セルフケアを優先し、その過程で健康的なワークライフバランスを維持することが重要です。心身ともに自分の面倒を見ることで、前に進み続けるためのエネルギーとモチベーションが確保されます。また、学ぶことに積極的に取り組み、目標に関連する新しい知識やスキルを継続的に模索する必要があり生涯学ます。習は、私たちが大きな成果を達成するために努力する中で、順応し、成長し、改善するのに役立ちます。その過程で、小さな勝利を祝い、自分たちの進歩を認めることが不可欠です。マイルストーンを祝うことで、モチベーションが保たれ、どこまで進んだかを思い出すことができます。最後に、最終結果だけに焦点を当てるのではなく、プロセスを受け入れて旅を楽しむべきです。それは貴重な思い出だよ。あんな旅そのものが、私たちが学び、成長し、心に残る思い出を作る場所です。絶対に、ジョン。これらの手順に従い、献身的に取り組むことで、私たちは目標を達成することができます。私もそう思います。アナ、これらのステップを踏んで、私たちが望む結果を達成するために努力しましょ私たちが何を成し遂げることができるか楽しみです、ジョン。必要なステップを踏み、素晴らしいことを成し遂げましょう。乾杯、アンナ。一緒にこの旅に出て、素晴らしい旅にしましょレッスン18、アメニティのあるホテルを選ぶ。それはいいですね。ジムと無料の朝食があるホテルの方がいいです。何か提案はありますか？わかった、ジョン。あなたの好みに合うホテルをいくつか紹介できます。特定のエリアに滞在することを考えたことはありますか？ニューヨークに行きます。理想的には、市内中心部の近くにあるホテルがいいな。その場合は、グランドプラザホテルが最適です。中心部に位置し、無料のビュッフェ式朝食を提供しています。パーフェクトだね。美味しい朝食で一日を始めるのが楽しい。ホテルにはジムもありますか？はい、グランドプラザホテルにはゲストが利用できる設備の整ったフィットネスセンターがあります。素晴らしい。旅行中もワークアウトのルーチンを維持するのが好きです。別のオプションはパークサイドインです。公園の近くにあるため、野外活動に便利で、無料の朝食も提供しています。それは魅力的に聞こえます。朝食前に公園で朝のジョギングができた。絶対に。パークサイドインは、エクササイズにもリラクゼーションにも適した穏やかな環境を提供しています。他に何かおすすめはありますか？すべての選択肢を検討したいです。確かに。シティビューホテルも素晴らしい選択肢です。街のパノラマの景色で知られており、無料のコンチネンタルブレックファーストを提供しています。うわ、街の景色は素晴らしいですね。そして、朝食が含まれていることは間違いなくプラスです。最後に、リバーサイドリゾートは人気のあるオプションです。川のそばにあり、静かな環境にあり、フィットネスセンターと無料の朝食があります。川のそばで自然を身近に感じるのは素敵ですね。フィットネス施設もあるのは素晴らしいことです。
これらはいくつかの一番の提案です。ジョン。彼らのウェブサイトで詳細を調べたり、価格を比較したりできます。ありがとう、アナ。あなたの推薦に感謝します。私は彼らのウェブサイトをチェックして、私の好みに基づいて決定を下します。どういたしまして。ジョン、時間をかけて、あなたのニーズに最も合ったホテルを選んでください。ニューヨークシティでの滞在を楽しんでください。そうするよ、アンナ。改めて、ご協力ありがとうございます。旅行にぴったりのホテルが見つかってワクワクしています。お手伝いできて嬉しいよ。ジョン、ニューヨークシティで素晴らしい時間を過ごし、ホテルのアメニティを最大限に活用してください。必ずやるよ、アナ。もう一度ありがとう。レッスン19、履き心地の良い靴とリーズナブルな価格。この靴は履き心地がいい。買うよ。値段も手頃だね。素晴らしい、ジョン。履き心地とサポートを提供する靴を見つけることは重要です。どこで見つけたの？モール内の地元の靴屋で見つけました。彼らは幅広い種類の靴を取り揃えている。それは便利です。フィットするか確かめるために試着したの？はい、試着してみたところ、すぐに信じられないほど快適に感じました。フィット感は完璧です。適切なフィット感と履き心地を確認するために、購入前に靴を試してみることをお勧めします。絶対に、アンナ。快適さは私にとって最優先事項です。特に長時間着用するからです。私は完全に理解しています。履き心地の良い靴は健康全般に大きな違いをもたらします。同感です。快適さとサポートを提供する良質の靴に投資する価値があります。投資といえば、価格はリーズナブルだとおっしゃいましたね。売っているのは見つかりましたか？はい、セール中だったので、さらに魅力的になりました。お得に買いました。それは素晴らしいです。リーズナブルな価格で快適な靴を見つけることは、双方にメリットのある状況です。間違いなく、この機会に巡り会えてよかった。私が得ている品質にしては良い価値だ。靴に関しては、履き心地、品質、価格のバランスを取ることが重要です。アンナ、これ以上同意できない。すべての要素が揃うスイートスポットを見つけることです。すべての要件を満たす完璧な靴を見つけたようです。確かに、アンナ、この靴は私によく役立ち、必要な履き心地を提供してくれると確信しています。素晴らしいよ、ジョン。履き心地の良い靴は日々の活動に良い影響を与えます。絶対に。今、私はそれらを着て、その快適さを楽しむのを楽しみにしています。嬉しいよ、ジョン。あなたのニーズと期待に応える素晴らしい製品を見つけることができて満足です。ありがとう、アナ。ご支援に感謝します。履き心地の良い靴をリーズナブルに。乾杯、ジョン。新しい靴があなたに快適さと満足をもたらしますように。ハッピーウォーキング。
ありがとう、アナ。それを最大限に活用するよ。本当にハッピーウォーキング。レッスン20、バス停の場所と交通。交通状況にもよりますが、モール前のバス停は良い選択肢ですか？交通状況が良い場合は便利な選択です。近くの他のバス停を検討したことはありますか？他のオプションはまだ検討していません。近くに他のバス停はありますか？はい、モールから数ブロック離れたところに別のバス停があります。検討する価値もあるかもしれません。それは知っておくと良いことです。だいたいバス停は混雑の少ないエリアにありますか？静かな通りに位置しているため、モールの前にある通りに比べて交通量は通常少なくなります。交通渋滞を避けることで、時間の節約になり、通勤もスムーズになります。間違いなく。混雑が少なくなると、バスサービスの効率が上がり、旅行がより快適になります。同感です。それを考慮して、どのバス停を使うかを決めるよ。バスの時刻表は停留所によって異なる場合があるため、時刻表を確認することが不可欠です。それは良い点です。両方の停留所のバスの時刻表を必ず調べておきます。さらに、バス停から目的地までの距離も考慮してください。あなたにとって便利な場所は一つありますか？どのバス停が自分の目的地に合っているかを地図で確認しないといけない。時間をかけてオプションを比較し、ニーズに最適なバス停を選択してください。そうするよ、アンナ。このような洞察を与えてくれてありがとうございます。情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。どういたしまして、ジョンをお手伝いできて嬉しいです。他に質問があれば、遠慮なく聞いてください。喜んで助けてくれて感謝するよ。アンナ。さらに説明が必要な場合はお知らせします。良さそうだね。ジョン助けに来たんだ。あなたの決断で頑張って、楽しい旅を。アンナ、もう一度ありがとう。すべての要素を考慮して、最良の選択をするつもりです。良い一日を。レッスン21、市場調査とはじめに。市場調査から始めることができます。それはしっかりした計画だ。始めましょう。絶対に、ジョン。ターゲットオーディエンスと競合を理解するには、市場調査が不可欠です。どこから始めるべきか？まず、ターゲット市場を特定することから始めましょう。当社の製品またはサービスの潜在的な顧客は誰か？それは良い点だ、ジョン。ユーザー属性、興味、ニーズに基づいてターゲットオーディエンスを定義する必要があります。その情報を入手したら、アンケートやインタビューを実施して、潜在的な顧客から直接洞察を集めることができます。それは素晴らしいアイディアだ。アンケートやインタビューは貴重なフィードバックをいただき、提供内容の改善に役立ちます。また、競合他社も分析する必要があります。彼らはどのような製品やサービスを提供しているのか、そして私たちはどのように差別化を図っているのか。その通りだ、ジョン。競合他社の強みと弱みを理解することは、私たちが効果的に位置づけるのに役立ちます。
マーケティング戦略、価格設定、カスタマーレビューを調査することで、競合分析を行うことができます。さらに、時代の先を行くためには、業界の動向と消費者行動に目を光らせておく必要があります。トレンドを監視することで、変化する顧客の要求に合わせて製品やマーケティング活動を適応させることができます。同意した。常に先を見越して、進化する市場環境に対応することが不可欠です。必要なデータをすべて収集したら、それを分析して機会を特定し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。データ分析は実用的な洞察をもたらし、今後の戦略の指針となります。また、収益性を確保するために、アイデアの実現可能性を検討し、コスト分析を行う必要があります。絶対に。関連するコストと潜在的な収益源を明確に理解することが重要です。徹底的な市場調査と分析により、私たちはビジネスの強固な基盤を築くことができます。その通りだ、ジョン。それは私たちを成功へと導き、前進する際のリスクを最小限に抑えます。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。アンナ市場調査に飛び込んで、必要な情報を集めましょう。始めるのが楽しみだよ、ジョン。私たちの計画を実行に移し、ビジネスの強固な基盤を築きましょう。確かに、アンナ。私たちが力を合わせれば、情報に基づいた意思決定を行い、成功を収めることができると思います。絶対に、ジョン。一緒に働き、私たちのビジネスベンチャーを繁栄させましょう。実りある旅に出ましょう。乾杯、アンナ。このエキサイティングな旅に出て、何か素晴らしいものを作りましょう。レッスン22、レストランの予約と特別リクエスト。特定のテーブルをリクエストできますか？確かに、ジョン。お客様の好みのテーブルに合わせられるよう最善を尽くします。どのテーブルを思い浮かべるか教えていただけますか？できれば窓際のテーブルが欲しいです。自然光と景色を楽しんでいます。注意してください、ジョン。ご希望をメモしておき、窓際の優先席をご案内します。素晴らしい、アナ。私の依頼を検討していただきありがとうございます。細部にまで気を配っていただきありがとうございます。どういたしまして、ジョン島レストランでは、お客様に楽しい食事体験をしていただきたいと思っています。楽しみです。雰囲気や料理について素晴らしい話を聞いたことがあります。一流のサービスと美味しい料理を提供するよう努めています。きっとあなたの訪問を楽しんでいただけると確信しています。それを聞いて心強いです。予約のために他に知っておきたいことやしなければならないことはありますか？あともう一つ、ジョン参加するゲストの人数を教えていただけますか？私を含めて4人でのパーティーになります。あなたのレストランで食事ができるのを楽しみにしています。パーフェクト。ご要望に応じて、午前10時に窓際で4名分の予約を行います。素晴らしいよ、アナ。ご協力ありがとうございます。この予約にご協力いただきありがとうございます。
嬉しいよ、ジョン。私たちはあなたのご愛顧を大切にし、あなたの訪問が思い出深いものになるよう努めます。きっとそうなると確信しています。素敵な雰囲気の中で美味しい食事を楽しむのが待ちきれません。午前10時にお客様とゲストをお迎えする準備が整いますので、ご来店をお待ちしております。アンナ、もう一度ありがとう。またレストランでお会いしましょう。良い一日を。レッスン23、魅力的なインタラクションのヒント。エンゲージメントのヒントはありますか？交流は非常に重要です。コメントやメッセージには速やかに返信するようにしています。素晴らしいアプローチだね、ジョン。迅速な回答は、あなたが視聴者を大切にしていることを示しています。もう一つのヒントは、自由形式の質問をして会話を促すことです。質問するのは良い考えです。それは人々に自分の考えや経験を共有する機会を与えてくれます。絶対に。それは対話を生み出すのに役立ち、交流をより有意義なものにします。もう一つのヒントは、正直で誠実な返答をすることです。本物であることは重要です。人々は誠実さを高く評価し、誰かが本物であることを感じることができます。まさに。返信には共感と理解を示してください。視聴者とのつながりを築くのに役立ちます。同感です。共感は信頼を築き、フォロワーとの前向きな関係を育むのに大いに役立ちます。さらに、可能な限り回答をパーソナライズするようにしてください。相手には名前で話しかけ、具体的なコメントには謝辞を送ります。パーソナライゼーションは個人的なタッチを加え、人々に見られ、聞かれていると感じさせます。インタラクションをより有意義なものにするための素晴らしい方法です。感謝の気持ちで答えることも重要です。時間をかけて受け取ったサポートやフィードバックに感謝の意を表してください。感謝の気持ちは不可欠です。視聴者のエンゲージメントを大切にしていることを示し、交流を続けるよう促します。もう一つのヒントは、ユーザー生成コンテンツを奨励することです。コンテスト、チャレンジ、あるいは単に意見を求めるという形でも構いません。ユーザー生成コンテンツは、視聴者を巻き込み、コミュニティに積極的に参加しているように感じさせる素晴らしい方法です。最後に、エンゲージメントへの取り組みに一貫性を持たせるようにしてください。コメントやメッセージに定期的に返信し、ディスカッションに参加してください。一貫性は信頼を築き、活気に満ちた熱心なコミュニティを育むことへのコミットメントを示します。絶対に。これらのヒントに従うことで、視聴者の関心を引き続けるポジティブでインタラクティブな環境を作り出すことができます。アンナ、これらの貴重なヒントを共有してくれてありがとう。私のやりとりに必ず実装しておきます。実りある議論ができました。どういたしまして、ジョン。これらのヒントがお役に立てて嬉しいです。エンゲージメントへの取り組みを強化してくれると確信しています。幸運を祈ります。ありがとう、アナ。ご支援に感謝します。より魅力的な交流と強固なコミュニティの構築を目指します。